はい、皆さんこんにちは、キリク旅です。私は今、ハノイ、ノイバイ国際空港ターミナル2に来てます。今回なんですけど、日本航空752便に乗って、成田空港までフライトしたいと思います。ただ、毎回こうベトナムとかベトナム来て思うんですけど、まあこのデパーチャーエリア見てください。人でごった返してるんですよね。これホーチミンも一緒です。もうみんな何しに行くんだっていうぐらいいるんですよね。752便、成田23時55分発ですね。で、ゲートが E の1、E の07って書いてあるので、ここに向かいたいと思います。はい、21時19分、出国審査および、保安検査終了しました。で、この後免税店で、お土産を買ってラウンジの方行ってシャワー浴びたりご飯食べたりして、搭乗時刻まで待ちたいと思います。デューティーフリーショップいっぱいあって売店もまあまああるんですけど、とにかく高いですここ。なのでお土産買われる方は市内で事前に買った方が全然いいと思います。はい、ANA も、こちらのラウンジみたいです。ということでチェックインします。日本航空のビジネスクラスおよび上級会員のラウンジのインビテーションは NIA ビジネスラウンジとソンホンビジネスラウンジの2つです。まずは NIA ビジネスラウンジをご紹介します。 NIA ビジネスラウンジの食事です。ベトナム料理はフォーだけですが、洋食の割合が多めです。それとサラダ類が豊富な印象でした。ちなみにインビテーションカードはラウンジで回収されるので、どちらかのラウンジを選んで利用する形になります。こちらのラウンジは座席が多く、とても広い印象でした。はい、フォーですね。これは牛肉なんでフォーボーです。あとはアラカルトビーフシチューとかですね、フィッシュフライとなんかミートソース妙に食べたかったんでミートソースです。で、あと白ワインですね。シャワーは毎回清掃が入るわけではないので、ルームが空いていれば入る形です。せっかくなんでプライオリティパス使いたいと思います。こちらのラウンジ行きましょう。続いてはソンホンビジネスラウンジです。こちらのラウンジの特徴はベトナムフードがとても充実しており、ベトナム最後の食事が楽しめそうです。私は先ほどのラウンジで食事を食べましたので、こちらのラウンジでは飲み物だけいただきました。次回はこちらのラウンジでゆっくり過ごしたいと思います。プライオリティパスがある場合は両方のラウンジを満喫できるのでおすすめです。はい、ラウンジ2個行ってみました。で、JAL のアナウンスなんですけど、ニアビジネスクラスラウンジっていうところと、あとソンホンビジネスラウンジっていうところを、インバイトされたんですけど、最初にニア、ビジネスクラスラウンジっていうところ行ったんですけど、このソンホンっていうところの方が食べ物ベトナムフード充実しますね。ちょっと席は全然狭いんですけど、料理は、間違いなくこっちの方がいいと思います。で、最初のところはもうすごい広いんで、ハノイで夜ご飯食べ終わった人はあっちでゆっくりするっていいかもしれないです。で、あとこっち喫煙所あるので、タバコ吸う人はもう絶対こっち来た方がいいと思います。はい、以上、2つのラウンジの、比べでした。 OK, good evening. Come on. はい、登場しました。で、今回の座席なんですけど、国際線だと有料座席になります。非常口前の足すごい広いところですね。窓はないんですけど、ちょっと後ろに見えるんですけど、窓ないけど深夜便なんで足伸ばして出れる場所を選びました。超広いです。はい、登場しました。日曜日なんでどえらい混んでると思います。チェックインの段階でかなり並んでたので、ほぼ満席だと思いますね。はい、で、お客さんの層を見るとほとんど日本経由して北米に帰るような方々が多い感じがします。なんか最近気づいたんですけど、欧米の人、日本を経由して帰る人多いんですよね。で、明日朝着だから多分それで
夕方とかのアメリカ便に乗り換えて多分帰る方が多いと思う。多分ほとんど外国人の方が多いですね。上海の上空あたりで機内食の提供が始まりました。今回の機内食は中華粥でした。目覚めの寝起きに優しいメニューでした。本日は天候も良く富士山がはっきりと見えました。機内でもその旨がアナウンスされていました。はい、予定より30分ぐらい遅れたんですけど、成田に到着しました。うわ、寒っはい、予定より30分ほど遅れたんですけれども、ただいま帰国しました。今回なんですけど、日本航空752便、ハノイノイバイ国際空港から、成田国際空港までのフライトの様子を、お届けしました。はい、そうです。はい、すみません。はい、成田空港から直通のバスに乗って、で今日渋滞に巻き込まれてたので1時間50分ぐらいかけて、羽田空港の方に到着しました。ファーストクラス空きあったので今回、ラウンジでの待機時間が2時間半ぐらいあるので、のんびり、食事しながら待ちたいので、ファーストクラスにアップグレードしました。ということでチェックイン行きましょう。シャワーあるんですね。初めて知りました。はい、今日、ハノイから到着して、でもうちょっとシャワー浴びたくなったんですよね。で調べたら羽田空港、なんと国内線にもかかわらずシャワールームあったんですよね。なので今からシャワー浴びたいと思います。で国際線のシャワールームみたく便器とかそういうのはないんですけど、アメニティも一緒ですね。初めて知りました。こんにちは。こんにちは。本日の機内食のメニューです。羽田発便なので洋食のメニューのようです。メニューを見るだけでも美味しそうです。今回のドリンクはおすすめにあったノンアルでワインの休日というのを頼みました。左回りにオマールのフラン、シーフードのオレンジマリネ、ハンバーグ、ポテトピューレ、ロマネスコ、ユリネ、キピーマン、プチパンと桜バター、抹茶ラングドシャです。食後にはうどんですかいをいただきました。どうもお世話になりました。昨日の23時55分、日本時間で1時55分か。1時55分に、ハノイ出発して、12時間ぐらいですね。大移動です。終了です。はい、14時15分、新千歳空港に到着しました。で今回なんですけれども、ベトナムハノイ、まで、僕の春休みっていうことで、ちょっと、バカンスに行ってきた動画をお送りしました。思ったよりハノイは暑くはなかったんですけど、逆に過ごしやすいぐらいの温度でした。ですごい、エネルギッシュな街で、初めて行っても、治安も良かったし、満喫できました。ということで、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。